どうもご紹介ありがとうございました。農学部の放射性同位元素施設の中西でございます。で、今回が12回目となりますので、毎回、初めての方もおられるかと思いますので、10分ほど、お時間をいただきまして、このプロジェクトって言いますか、報告会についてご説明させていただきたいと思います。で、毎回この図を最初にお見せしてるんですけれども、これは農学部の付属施設の写真でございます。まあいろんなところがございますが、で2011年に震災直後、当時の学部長だった長澤先生のコンセプトで、私たちに何かできるだろうと、で私たちの教員がですね、いくつかのグループに分かれて仕事を何が私たちが被災地にとってできるかということをグループを作れということで、たまたま私放射性同位元素施設におりますので、いくつかのグループを作りまして、で農学部始まって以来と言われましたが、付属施設とそれから専攻の先生方の専攻を超えて、施設を超えてですね、皆さん方が一緒になって福島の被災地支援のプロジェクトを始めたわけでございます。それで場所はと言いますと、実に農学部はあちこち付属施設を持っておりまして、この草色のところは演習林でございます。北海道から愛知から、ここにはフォールアウトは行っておりませんけれども、緑の演習林、草色ね。それから、あと、牧場、それから、田無にあります、補助ですけども、それから、皆様方ここですが、もちろん、福島県の農業総合センターとも強い絆を持っておりまして、で、あと、いろいろな市、それから村と、共同して研究をしてまいりました。で、これ、ポンチ画で、表しますと、どういうプロジェクトがありますかと言いますと、農学部というのは非常に広くてですね、農を取れば総合大学だと言われるぐらい、工学部があって、生物があって、科学、物理、それから、水産、いろんなところがあるわけです。それから獣医、もう私たちの周りを囲うものほとんど全てを研究している専門家がおられるという、そういう恵まれた環境にございまして、その人たちがずっと続けてプロジェクトといいますか研究をしてきております。それで少し振り返りますと、放射線量率の変化というのはこれ3年間で、これ2011年11月事故のあった年です。それから3年経ちますと非常に激減してるんですね。これはもう政府が発表している値ですけれども、一番強いところ、これは150ミリシーベルトパーアワーを超えるところで、パーイヤーを超えるところでございますが、一番赤いところって言いますか、えんじ色はもうないわけですね。でこの100ミリシーベルトパーイヤーのところは少し残っていると。これが20キロ圏内でございます。という状況で、非常に放射能は激減しているということと、あと、それにもかかわらず避難者のされている方がですね、ここが20キロ圏内でございます。で、一部解除になったことはご存知かと思いますが、平成26年、一部その避難地域が解除になりました。この色がついているところが、その避難しろという制限地域でございます。で、地震による被害者数は未だに11万人を超えてまして、これ昨年の値でございますが、ピーク時の16万人はより減ったと。から実際にこの色分けしたところからは7万9千人が避難して、だいたい3分の1ずつですね、この赤いところ、それから黄土色のところ、緑色のところとなってございます。で、あとその前の制限地域、ここからも1万9千人まだ避難されていると。その他の理由でですね、地震による避難者の数に加わっている。避難されている方もこれだけおられると。そういう数は数でございますが、これをですね、昨年アンケート、各市町村のアンケートをもとに、どれくらいの人が戻りたいかということを、アンケート調査がございました。そうしますとですね、ここはこの地区の人たちが 60% 戻りたいという人がここですね。で、半分弱ですが 45% もし除染されたら戻りたいという人がこうで、一番のその放射線量率の高いところはもう 15% ぐらいしか戻りたくないと言われてるんですね。ですから非常に多くの方たちがここから出ざるを得なかったんですが、多くの方たちが農業をされてきたということで、私たち
農業のことを中心にいろいろされてきました。それで12回目ということなので、今までその11回何をしてきたかというので少し思い出していただければいいんですが、もう何回か来られた方はお分かりかと思いますが、やはりずっと通して稲の話は随分してまいりました。土壌のこととか河川のこととかキノコ鳥、早いうちからもう周りはどういうふうに汚染されているかということをお示してまいりましたが、少しトピックス的に拾い上げてみますと、例えばこう飛んでる鳥の羽はですね、随分汚れたと、覚えてらっしゃる方おられるかもしれませんが、次の年は生え変わってきれいだったんですが、鳥も随分汚染されたと。あとこれちょっとキノコですけども、キノコはですね、2011年当時、事故時には137のセシウムと、ちょっと見えづらくてすいません、134のセシウム、放射性セシウムに2種類あるんですが、それが1対1で入ってきたんですね。で、片方が半減期は30年ですから当分なくならない。片方は2年なんですね。ですから何年か経つとなくなるという方なんですけども、その比率が違うものがあるということから、もちろん1対1でキノコがその放射性セシウムを集めているということで測ってみると、この福島のから来た放射性物質をセシウムを集めていると分かるんですが、比率の違うところがあってですね、この半減期の長いもんばっかり集めてるキノコがあるってことは、今回の福島でなくてその前のですね、グローバルフォールアウトって申しますが、1960年代に米ソが競ってこう核実験をしていた時に日本に降り注いだものがまだ発見されるっていうので非常に驚いたんですけども、こんなこととか、それからあと水耕と土耕栽培、私たちとかくそのラボでもう一回やろうということをしますが、水耕栽培と土耕、土がある場合はこれをラジオグラムと言いまして、黒いところほど放射性物質が多いわけです。これ稲ですけれども、根っこだけじゃなくて地上部に水耕栽培ですととてもたくさん放射性セシウムがいくんですが、土があればあんまりその植物は吸わないんですね。で、土壌っていうのは非常に大切だなということがこの時も私ども分かりまして、それからあと、5回6回7回8回と進むにつれまして、2012年から2013年の12月ぐらいに行くに従ってどういうことをご説明してきたかと言いますと、まだ稲の話、もちろん稲の話ずっと続いておりますし、あと米の全袋検査の話で、福島県が米の全袋検査を始めたことはご存知かと思いますが、昨年ゼロになりまして、一昨年ですね。で、その前は年間1000万袋を超えるですね、一つの袋が30キロあるんですけども、玄米を全部測っては市場に出してるんですね。で、その前は、2袋あったんですけど、昨年はゼロになって、1000万袋の中のもう今年はゼロということで、福島県産のお米はすべてきれいだ。もちろん前からそうですけども、ということを福島県も努力されてきたということとかですね。あと果樹の話とかですね、畜産の話とか随分してまいりました。で、あまり水産の先生方がですね、これはどんなふうに、たとえですね、魚が汚れてっていうか、少し放射性セシウムが入ってもかまぼこにした時にどうかということで随分研究をされましたが、かまぼこにするためには粉にして水にさらすという状況がありますので、2回もしますので、2回3回しますので、かまぼこになった場合は 5% 以下、測れない状態だということで、かまぼこは大丈夫ですよということとかですね。あとこれちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、ヤギをですね、牧場で飼われてまして、で、真鍋先生って方がですね、外で飼ってるヤギと、この牛舎じゃない、小屋の中で飼ってるヤギとですね、細かくこう内臓からですね、糞から全部取って測ると、もう1年経つと、2011年は高くても次の年激減で、もうあと測れないぐらいになってるとかですね。あとわざと汚染された干し草を食べさせて、でミルクにどういうふうに出るか、すぐ出るんですけど、しばらく普通の食べ物にすると2週間でもうミルクはきれいになるとか、そんな話をしまして。で、あと9回10回11回ですが、
毎回他の方をお呼びしているので、この時は、林野庁からの方をお呼びしたり、樹木の話とか、大豆ですね。大豆は少し、規制値以下ですけど、少しその放射性物質を貯めることがあるということで、いろいろ、研究は進めています。で、10回目はですね、初めて午前、午後と10回目になりますので、文系の方をお呼びして、社会学の先生ですけども、科学、技術と命について、それからあと構造祭についてのお話をここでいただいて、それから午後は何を特徴的にしたかというと、もちろん畜産業、森林もありましたが、消費者意識ってことを少し話させていただきました。それから11回目はですね、被災地復興に向けて私たちは何ができるかということと、あとですね、11回目のこの時にやはり一番問題になっているのは、やはり森林は、除染はどうなるかとか、除染といいますか、森林はどういう状況かということをずっと話を伺いました。それからあと果樹の話です。それで、今回は先ほど丹下先生がご説明されましたように、土壌に絞りまして、で土壌関係のお話を伺うということでございます。私どもはですね、3年前から、今年から4年目になるんですが、せっかくこれだけ貯めてきたので、今放射線教育っていうのがまだこれだけ事故があった後もですね、割とその教材も含めておぼつかない状況なんですね。で、なんとか私たちの貯めてきたこの今までのその研究結果の蓄積をもとにですね、教育プログラムを展開できないかということで、講義と実習、専門課程、それから教養課程の学生の方に教育プログラムを展開してきております。それからあとですね、今まで3冊本を出版することができました。1冊目は英語でスプリンガーですけども、2013年ですが、小麦の話、それからもちろん土壌の話、稲の話、それから動物、魚、それから鳥、土壌、果樹ですね、キノコ等々、サイエンスコミュニケーションも話しまして、これ全部ダウンロードは無料でございます。スプリンガー、あとですね、福島、それからもしあれでしたらエディターの名前を入れていただければ出てまいります。それから実は2冊目がですね、先週1冊目の続きですね、2013年に出したものの続きが電子出版することができまして、今月で、その中にもいろんなモニタリングの話とか、カリウムによるセシウムの低減効果とか、野生のイノシシとか果樹とか松とか杉ですね。これ実は杉は随分樹木の場合、幹からですね、根からではなくて幹からその放射性セシウムが中に入っていくんですが、松は外側に溜まりがちですが、杉の場合は中まで行く話とか、それもラジオグラフィーの非常にきれいなこの丹下先生もこの森林のことで一緒に共著者になられてまして、でその話もあります。それからあと森林の汚染動態、生物濃縮がどうあるかっていうのは単にこういう濃縮があるんじゃないかっていうのではなくて、きちんとですね生物の連鎖関係をきちっと抑えるんですね。窒素で窒素の動態が大きくなるかっていうのをもとに、放射性セシウムがどこでどうたまるかっていうことを見まして、放射性生物濃縮がほぼないということが分かってきています。それからあと新しい漁業の形、随分漁業も痛手を受けましたので、今までは取ってきて売るだけじゃなくて、注文を受けて必要な量だけ取ってくるとかですね、新しいシステムができ始めてるとかですね、いう話が載っております。これもですね、先週実はこのハード版といいますか2冊目のこの本自体が届いたばっかりでございます。で、それとあと毎回申しました NHK ブックスから土壌戦ということも出させていただいております。それでこれからも継続的に現場に資する調査研究と教育活動を続けていこうと思っておりますので、農学部全体の先生方をが随分協力していただける形ができておりますので、何卒よろしくお願いいたします。これで10分ですのでどうもありがとうございます。